ゆっくりレ夢ムです。早く暖かくならないかな。寒くて鼻水出ちゃうよ。こんな寒いともうこたつから出たくなくなるよ。マリサ、こんにちは。ちょうど暇してたから退屈してたんだけど、何かないって、あなた、マリサじゃないよね。なんだ、すぐバレちゃったか。そうです。玉です。どうもこんにちは。なんだ玉さんか。っていうかバレバレだよ。ところで玉さん、なんか面白い話はない？面白いというか、ちょっとしたトラブルがあってね。その対応で、なんとなく大忙しだったんだ。ということで、今回は謎のバッテリー上がりという内容だぜ。原因不明のバッテリー上がりか。それは困るね。ただの経年劣化とか単純にライト消し忘れとかなら簡単だけど。そんな、単純じゃなかったんだ。最終的には ECU を疑ったくらいの内容だ。原因を究明するには、まず車の仕組みを知らないとならない。では、説明と作業内容をお見せしよう。早速、どんな内容なのか教えてもらおうかな。それじゃ、ゆっくりしていってね。今回は、アウディ Q7 のドアアウターハンドルに関わる作業をしていきます。なぜこんな作業をするのかというと、ドアタッチセンサーの異常が出ていて、バッテリーの消耗があったためです。どうやらこの症状は結構あるらしく、海外ではかなり多くのユーザーが頭を抱えているようです。しかも、この症状はかなり厄介で、ドアセンサー異常でハンドルに触れていなくても近くにいるだけで勝手にロックしたり解除したりします。この動作が連続してしまうため、車から離れるときにロックが不完全になり、車両の電源が切れないという激ヤバゾーンに突入すると予測しました。このアウディはロックをしないと車両がディープスリープしません。ディープスリープしないまま車から離れてしまうことになり、バッテリーが消耗してしまうのではないかと判断したのです。完全にロックしないで数時間放置するとひどい時には5時間くらいでバッテリー残量が 50% 以下になるのです。もちろんディープスリープ以外でもバッテリー上がりの原因はあります。暗電流も原因の一つです。ドアセンサーのショートにより暗電流が流れている可能性もあります。この症状も海外のサイトではかなり多くの事例があるようです。診断の結果、運転席ドアと右側後部ドアのエラーが出ていたので、一時的な対策を試してみます。まずはドアセンサーが悪さをしているようなので、部品を取り寄せしました。部品の到着までに数がかかるので、交換できるまでの間の対策になります。悪さをしているドアセンサーの配線を遮断をする作業です。4L97 のドアセンサーの配線はドアトリムを外さないとできません。面倒くさい。はい、じゃあドアの運転席側のトリム取ります。まずここね、こじってとりあえずこれを取ります。もうちょっとこじってあるんでこう取りますね。そしたらここに隠れてるネジが1個、ここに1個あります。で次にここのカバーを外します。これもこじります。こんな感じで取ると、この中にまた1個トルクスがあります。これも外します。次にここのドアポケット、この裏側に1個あります。このドアのポケットのところにこう1個あります。これも取ります。あとドアの下、ここですね。これも取ります。この4つですね。これでとりあえずドアが、取れることになります。
これ。はい、とりあえずつけて、また元に戻します。まあ、あとは簡単だね。今これドアセンサーが外れてる状態なので、アドバンスキー持っててもロックができません。要はここが異常が出てたんで、ここの配線を切って、収めてます。ただアドバンスキー持ってれば、まあロックはリモコンでやんなきゃいけないんですけどね、これでロックでも開けるときは2回引けば開くんで、ロックはこれで、アドバンスキー持ってれば、まあ、通常だったら5開かないんですけど、2回やれば開く。ただこれじゃ閉められないっていうだけかな。でこれ今閉まってる状態で、開けるときは1、2、こんな感じ。これをこっちも異常が出てるんで、同じように配線切っておきます。ここにはなかった。こことここと下かな。ちょっとやってみます。これね、こう取ると、こことこれは何のかな。あ、この奥にもあるね。これ見えるかな、見えないか。この奥に1個で、ここに1個、ここに、ここに、ここか。はい、後ろのもね、同じような感じでこれカバーついてます。でこのカバーを、まあ、ちょっとはまってるだけなんで取って、中のさっきのコネクターを外します。はい、リアのセンサーのコネクターです。これを取って、ウィンドウに干渉しないように、固定しておきます。こんな感じで取りました。結構ね、癖あるな、このケーブル。
な感じになってます。で、ここにバッテリーが入ってます。で、問題が、こことここに、こことここに、12角のトルクスみたいなのがついてるんで、それを外せば、シートが倒れるという流れだと思うんですけど、まあやってみます。ここのカバー取りますね。こことここですね。このカバー取ります。取るとね、こういうふうに12角のボルトがついてます。12角のものなんですけど、大きさがM10 ですね。M10 の12角です。ここにこう、こんな感じでね、これでこっちと向こうを取っていきます。はい、2つとも取りました。こことこっち。こんな感じのがついてます。でね、前取ると、こんな感じで倒れるんで、シートをなるべく前に出すと、そうすると倒れる角度がね変わってくるんで、こんな感じ。汚ねえな。できるだけ前に。そうするとこうね、倒れる角度が変わってくる。残り10秒、これがマックスですね。こんな感じで、ここにトルクスと、あとこのクリップみたいなのがついてるんで、これも全部外します。ここのネジは T の25のトルクスでした。これね、T の25。このカバーはここの、こことここ、こことここ、奥にもクリップみたいについてるので4箇所取って外します。マイナスとプラス、逆か、こっちがプラスだね。で、あとここにね、縦にバッテリー本体を固定しているものがあるんで、これを取ります。そうするとこことここ取ってここ取れば、取り出せるはずなんですね。取り替えました。もうマイナスとプラスついてます。で、固定カナルも全部ついてますね。で、一応ガス抜きのホースも入れて、こんな感じですかね。とりあえず終わりました。こんな感じで元に戻すだけですね。VCDS を立ち上げたらセレクト、19番のキャンゲートウェイ、アダプテーションじゃなくて、ロングアダプテーション、これであとこのプルダウンでバッテリーインフォメーションリプレイスメント、ここに、この
上の段、これが古いやつで、下が新しい方、こういう風にこうネームバリューを入れるんですけど、この最初の、この空白があるまでの間と、V0、その後の10桁の数字、この10桁の数字が、バッテリーの横に書いてあったり、下はないな、バッテリーの横かな、だいたい横か上に書いてあります。で、書いてあるやつで空白があるんですけど、空白は、排除して続けて数字を打って10桁になるようにします。で VAO っていうのが、メーカーですね。バッテリーのメーカーで、この頭の 000915105DL っていうのは、多分規格っていうか、そういったものだと思います。で、105っていうのがだいたいアンペアっぽいんですよね。で、110アンペアのバッテリーを積んでるんで、本当はここ110なんでしょうけど、登録上105っていう数字になるみたいです。ここに打ち込んで、テストを押すと、無事登録されればこういう風に全部同じ文字になります。で、セーブを押して登録終了っていう感じですね。ここにもね、注意としてね、ポップアップされるんですけど、NXZ、NXZ ってこうフォーマットのところに書いてあるんですけど、この通り、バッテリーパートナンバーが、11桁、バッテリーベンダーが3桁、バッテリーシリアルナンバーが10桁っていう感じになってます。で、メーカーはその下、バッテリーベンダーリスト、ここに、当てはまるメーカーがあって3桁の、文字を打ちます。で、あとはこの注意に書いてあるんですけれども、これ通りに、スペースはいらない、連続して入れてくれということです。こんな感じでね、エラーを読んでいきます。左上の緑色のバーが右まで行くと終了です。あともう少しですね。こんな感じで自動的にどんどん読んでってくれます。アウディとかね、フォルクスワーゲンとか乗ってる方はね、これ持ってた方がいいと思いますね。ちょっとした故障でね、余計な出費を出さないようにするがためにもね、こういうのが分かってれば、単純な部品交換で終わっちゃうんで、さすがにユニットとかね、そのモジュールとか ECU とかそういうのが壊れちゃったら、もうさすがにお手上げなんですけど、水没とかしない限りは相当ね、ないと思うんですよ、そういうとこ壊れるのって。だいたい基板がやられるのってね、水関係なんでね。はい、出てきました。こんな感じでエラーが出てるところは赤くなってます。これ全部大したことないですね。46番のセントラルコンバートっていうのは、ナンバープレートのライトを LED にしたんですよ。で、キャンセラーが効かなくて、ずっとエラーが出ちゃってるような状態。そのエラーですね。サウンドシステムっていうのはなんかね、元からそうだったんだけど、なんか無効なメッセージとか出るんだよね。多分機能がついてないやつが動いてるのかな。このラジオもそうだし、インフォメーションエレクトリックもそう。この音関係全部そう。通信がなんかちょっと変だってね、変だというか、向こうのやつがアクセスするっていう。あとはないですね。至って健康な方ですよ。こんだけ何も出てこなければ。
こんな感じでエラーが分かれば、場所も特定できると。これ確かこういうのを確認するのでディーラー持っていくと確かね5、6000円かもしくはそのぐらいかかるかもしれないですね。でそういうのも節約できるんで、あとはね簡単な部品交換だったら部品だけ買って自分でやっちゃえばなんとかなるもんなんですよ。ただねこの新しい車に関しては新しいというか比較的年式がね新しい車に関しては部品交換するとコーディングっていうのが必要になってくるんで、そのコーディングをするのにどうなのかなっていう、確かに、VCDS でもできるかもしれないですけど、ちょっと敷居高いですね。コーディングってなっちゃうと、部品番号を登録するっていう作業なんですけど、なかなかねその説明がないんですよ。実際やってみればできると思うんですけどね。いろいろ触っていくうちにね、例えばデイライトをオンしたり、そのエラーを解除したり、ロングコーディングももちろんできるんで、ただロングコーディングに関してはちょっとあんまりおすすめしないですね。これやっちゃって車不動になるっていう話も聞くんで、ロングコーディングはちょっと気をつけた方がいいかもしれないです。